一番魔航路の爆破に成功したクラウドとアバランチ一行。隣接する区画8番街を抜けて活動拠点である7番街スラムへ帰還しようとするも、8番街の予想以上の惨状に驚きを隠せないでいた。クラウドは自身の人生に大きな影響を与える出会いと言葉を交わしながら7番街スラムへと戻ってきた。第3章は行動にも自由度が増し、このファイナルファンタジー7リメイクの世界を楽しむことができるようになる。そしてクラウドがこんなに愛されるヒーローになった理由も垣間見ることができる。これ、シンダー課長ですね。電車の中にいた。そして、アバランチ一行です。よっしゃー！よし！全員無事帰還！作戦大成功！今回の作戦はね、アバランチとしても最初の作戦で、やっぱり緊張していたんでしょうね。こうやってちょっとリラックスして喜んでいる姿が、描かれています。次の作戦まで自由行動。最高にうまいもんでも食っとけ。アジトでな。忘れたか。店の名はセブンスヘブン。ティファに顔を見せて安心させてやれ。はい、今出ましたセブンセブン。これがですね、アバランチのアジトでもあり、ティファのこの後出てきますけど、ティファが切り盛りしてるお店、バーといいますか、お酒をね、食事とか楽しめるお店になるんですけど、セブンセブンという名前は、この7番街スラムの憩いの地というところから、セブンセブンという名前がついていると思います。そしてね、ここの掲示板のこの人に突然話しかけられるんですけど、剥がしても剥がしてもすぐ元通り。妄想じみた主張はともかく、しつこさには頭が下がるよ。これアバランチのこと言ってるんですよね。見ろよ、あの美しい鉄骨。たまんねえな。おい、あんたどうした？魔法中毒かよ。またあいつか。今ね、魔法中毒ってあったと思うんですけど、前も少し触れました。魔法を浴びすぎると、いわゆる薬とかね、ドラッグのその中毒症状に近い症状が出ちゃって、そういう風に言われてると。で今ね、ここの掲示板の人もいたんですけど、言葉にあったように、アバランチに対してはちょっと否定的なんですよね。いろんな住民がいて、他にも、むしろアバランチのことを応援してる住民もいますし、完全にもう信頼負けるなと言ってる住民の人もいますので、いろんな人の意見が、街の人々に聞いてみると、聞くことができます。すすまみれ、粉塵まみれ。おまけに疲れてドロドロだ。待ってろ、シャワー。俺はとにかくご飯。ジェシーはここでね、アバランチの3人の帰路に着く時の会話を聞くことができて、性格というか、そういう部分をちょっと見ることができます。7番街スラム到着です。こうやって少しね、踊ってる姿とかもあるんですけど、すごくね、本当生活感あふれる街で、なんかね、見てると結構楽しそうな街にも見えますけど、やっぱスラムだけあって結構生活は大変みたいですね。
仕事どうなるんだろう。きっつい。みんな避難できたの？ビルまでの移動が困難な方はお近くの神田社員に声をおかけください。テレビとかはこういう共通のモニターになっていて、みんなで集まって見るような形になってるみたいなんですけど、止まるの？どうして爆発？まあ早速この一番魔航路爆破のことが今このニュースとして描かれています。今回の攻撃に対する犯行声明は出ておらず、当局は実行グループの特定を急いでいます。職場があんだけどとなる情報提供には知らんね動機があります。早く火を消せよ。昨日行ったばっかりだ。こんな風にね、思う、人それぞれ思うことが聞くことができます。そして、今、ここに見えるこの建物、これがセブンセブン。アバランチのアジト。まあもちろん表向きにはアジトとはわからないようになってるんですけど、セブンセブンのお店で、ここに帰ってきたとなります。そして、マリン？ティファと、マリン、ただいまスカレットの娘、一応、本当の娘ではないんですけれど、ティファと遊んでた。もう見てると仲のいい親子ですね。よし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 。お疲れ様。うん。それどうしたの？あ本物でしょ？珍しいね。え？意外だな。クラウドこんなことするんだ。あ、5年ぶりだ。少しは変わるさ。え？バレットに話がある。うん。入って入って。今ね、少しティファがえって言ったんですけど、これはね、実は5年ぶりということに対して言っていて、今夜はもうどこへも行かないからテレビ消して年々しような。クラウドが村を出たのは7年前のはずなんですよね。ですけど、まあ、5年前と言ってると。で、その5年前は何があったかというと、前回も少し触れたニブルヘイム事件、それがあって、その時クラウドは村に戻っていたんですよね。ですけど、まあ、諸事情、いろいろもろもろあり、そのことをね、ティファは知らないんですよね、戻っていたということを。で、まあそのことを今こうやって話してるんですけど、実はね、原作では、その5年前に戻っていたということさえも、本来クラウドは覚えてなかったはずなんですよね。で、そのことをティファにこう、突っ込まれることによって、まあいろいろあったというのが原作なんですけど、マリンの相手してあげてて。俺が？もちろん。ああ。てめえあれ逃げちゃいます。何しやがった知らない人とは喋っちゃダメって。偉いぞーマリー。父ちゃんとの約束忘れなかったな偉いぞー。じゃお休みの時間も守らないとな。いや、父ちゃんとお話しする。特別だぞあ、そうだ。ご飯食べる？いや、報酬の話をしたい。あ、そうだよね。あのね、クラウド。ちょっと外で話そう。今のシーンもね、バレットにあんなに突っかかれながらクラウドは怒らないんですよね。これがね、このサムネイルとかで触れているクラウドの、まあいいところというか、クラウド怒らないんですよね、基本。何されても怒らなくて、で、すごく悪く言えば、なんですよね、あまり自己主張がないんですけど、すごく懐の深さを感じさせる、そういう部分で、それ以外にもクラウドが、ヒーローだな、愛されるなっていう部分があるんですけど、まあそれはこの先また出てきます。この近所にね、
アパートがあって部屋が空いてるんだ。しばらくそこに寝泊まりしない？大家さんが私たちの活動に好意的なの。家賃はただ。ああ、助かるよ。じゃあこっち。上どんな感じだった？まあ混乱していたな。だよね。ごめんね、巻き込んで。そしてね、警察だここでって反省してる。わかると思うんですけど、このしましまの配送これは仕事だ。電車の中にいたキリエなんですよね。わかる。まあ、ここでこうやって軍が出動したけど、この情報を売ってるんですけど、もうすでに出てるんですよね。結構これ最初わからないですよね。バレットたちと揉めなかった？ああ、向こうがどう思ったか知らないけどな。そう。そしてこういう露店で、まあ、こういうとこでもいろんなこの住そう民だったかもな。の会話が聞けるんですけど、この今ウォールマーケットってあったと思うんですけど、この先のストーリーのこととかを触れてきてるんですよね。そこでまあね、伏線といいますか、先の話につながること、そういうことも言っていたりして、結構ね、住民の話は重要ですね。テレビに映ってた8番街、映画みたいだった。ニュース番組もシンラが作ってる。奴らは平気で嘘も垂れ流す。じゃああれも嘘だよね。いや、そっか。ここなの。ティファはね、名前は天アバラン皇チ部屋は二階ねというこういう活動、反神羅ということを活動してるんですけど、あんまりこう武闘派、まあ、本人武闘派なんですけど、でも大あんま武闘派の発想じゃなくて、被害が出ることに対しては、あまりよく思ってないんですよね。この202号室が空いてるの。もちろん大家さんにはクラウドのこと話してあるからね。なんて？なんて？ああ、同郷の友達が部屋を探してるってそれだけ。まずかった？いや、いいんだ。そっちは？そこはこのね、クラウド、遅いから明日うまいんですよね。一応ね、もう知ってる人ばかりだと思うんであれですけど、昔のことを本来、この時では覚えてないという設定なんですよね、原作の時は。なので、こう聞くんですよね。これがね、埋められてると言われてるジェノバ細胞によるものなのかわからないんですけど、自分からは話さずに相手から情報を聞き出すっていうところがね、他にも何シーンかあるんですけど、非常になんかずるいなって感じです。必要なものはおいおい。ああ、金が必要なんだ。約束は2000だよな。何でもやクラウドの初仕事だから気持ちよくポーンと払いたいんだけど。 500？ 作戦の準備で物入りだったから今アバランチにはお金がないの。でも心配しないで、明日集金すれば確実に払えるから。当てにしていいんだな。集金を手伝ってくれたらね。あれ？あ、これはまた別の依頼になるのか。いや、いい。最初の約束の2000で手を打とう。つまりあと1500だ。助かる。じゃあ明日お店でね。今日はいろいろありがとう。なんかこのティナ、自分の可愛さ武器にしてるような感じがしますよね。さすがアバランチのこういう会計担当、交渉役みたいなの任されてるというか。まあね、この第3章は他にもティファのこの、まあ、あざとさと言いますか、可愛さと言いますか、それがね、存分に出てるんで、またそのシーンが来たら見ましょう。203か。まあね、いくらソルジャーだったとはいえね、寝る時ぐらい肩パッドとブーツ脱いだらって思うんですけど、まあそこはゲームなんでしょうね。この先、いろいろとね、その装備を外してるシーンとかもあるんティですけど。ファを起こしてどうする？
なんかね、クラウドね、真面目ですよね。おい、クラウドね、確かに大丈夫かすごくね、真面目かもしれない。開けるぞ。クラウドやめて。部屋に戻ってろ。離せ。ユニ。これね、まだちょっと何回か出てきてる緑っぽい演出。これ多分触られて、この今倒れてる人から直接記憶をこの人は読み取ってる203号室ようのマなシーンだとルカートさん。思うんですけど、病気でずっとこんな感じなんだって。時マルカートさん々様子を見るように大家さんから頼まれてるんだ。クラウドもお願いね。あこのね、マルカートさん49番、覚えておいてください。結構ね、後のかなり後半なんですけど、ちょっと出てくるシーンありますんで。やっぱりブーツ履いてるんですよね。これがゲーム上の問題なのか、やっぱりソルジャーというのはそういう習性なのか。はい、朝となりました。ここら辺はね、ちょっともうセリフ言ってくれないんですよね。マルカートさんの部屋も、こうやってティファの部屋もダメで。おや、あんたがクラウドだね。私は大家のマーレ。で、一昨日来たんだって。それまでは上かい。いろいろだ。うまい。訳ありか。返しがうまい。あ、ここに流れ着くのはみんなそうさね。困ったことがあったら何でも相談しな。ティファのこともね。ティファがどうしたんだ？泣かしたら承知しないってことさ。あの子は私の孫同然だ。覚えておこほら、さっさとセブンスヘブンにお行き。ティファはとっくの昔に出かけたよ。もうね、ここから結構自由に行動できるんですけど、お店に向かわなくて、周りのこういう住民の話を聞いたり、セブンツヘブン、ごめんなさい、7番街スラムですね。そこを回ることもできるんですけど、まあ、今回一応実況中ですので、そういうちょっと遠回り系は皆さんに楽しんでいただくとして、ここはお店に向かいたいと思います。仕事に行けないことをみんな。なんかね、こんなことやってる人もいろいろいますよ。面白い人いっぱいいますよ、周り。なんかね、聞いてると、ティファのこと狙ってる人もいるみたいなので。おはよう。う。ああ、マリンが眠ってるの。静かにね。じゃあ早速働く？ JS フィルターの交換に行きたいんだ。ジェシーが作った汎用毒性物質除去フィルター。水の嫌な匂いが取れるって評判で、この店よりずっとお金になるんだよね。この辺りのほとんどのうちが使ってるから、新しいのを持って行って代金と古いフィルターを回収してくる簡単なお仕事。聞いてる？ああ、勘弁いしてくれ。や、今のセリフ長回し事がないなら大変だと思う。踏み倒す気ティファ満々のの中の人、人もいるんだ。声優さん、ね、伊藤歩さおんですね。守り代わり。すごいなぁと思う。さすが、さっさと本物の片付けるか。俳優さんといいますか、はい。ありがとう。ついでにスラムを案内するね。
なんかね、今のシーンでもね、ティファ頼み方とかうまいですよね。回収した代金はそのまま受け取って。来たばかりで何かと入りようでしょ。助かる。それでも足りない分は後で渡すね。今バレットもおちなみにね金をかき集めてるから。今日中にも白いらえるな猫ちゃんいるんですら構わない。けど、これ。もうね、います、ここに。これ後でクエストで出てくる猫なんですけど、もう最初からいるんですよね。星の命のこと手元をしっかり見ろ。私たちがセブンスヘブンのこと上から仕入れたアイテムもあるよ。アイテム屋といえばここ。お手頃価格の品物からここが最初のお客さんです。 JS フィルターの交換です。ティファちゃんいらっしゃい。待ってたよ。あれこのね、アイテム屋の集ね、金係のクラウドです。お兄さんお題は彼に。お姉さんじゃないんですけど、そのなんかね、ちょっとお姉キャラなんですよね。だけど、こあんたには無理だ。う、男に対しては、ちょっとね、怖い雰囲気出してくるという。クラウドそうだ、せっかくだから買い物すれば。見るだけ見て。今ね、クラウド、ああやって突っかかるというか、ぶっきらぼうなこと言っちゃうんですけど、クラウドはね、小さい頃から、あんま人付き合いがうまくない、得意じゃないというような子供だったらしくて、だから思わずああいうこと言っちゃうんですけど、まあね、このティファボンをはじめ、バレットとか、クラウドとこれから仲良く付き合っていくわけですけど、その中で、クラウドの良さというか、なんだ、本当はそんなやつじゃねえんじゃんお前っていう感じになっていくんですよね。で、実際後の方では、それがはっきりと言葉として言ってもらえるシーンもあります。そしてね、このアイテム屋なんですけど、アイテムはね、ハードモード使うことできないので、まあ買っても意味がないです。冷やかしかよ。気が乗ったらまたどうぞ。ティファちゃんと一緒に。こんな風にね、買わないと、またお店で文句を言われてしまいまいす。つもの用意し仕て方ないじゃんと待ってます。思うんですけど、上から仕入れたアイテムもあるよ。店の常連さんなの。買い物をするとおまけしてくれるよ。俺にはどうだろもう少し愛想よくする？う。おまけ目当てでありえない。じゃあ次の集金は展望層の大家さん。もうあった。じゃあ人柄は知ってるよね。アバランチの大事な協力者だから愛想よくね。このティファの仕草って可愛いですよね。これは誰かが指示出したのかアクターさんなのかわかんないんですけど。マーレさん、フィルター交換です。ティファ待ってたよ。おや、あんたもいたのか。仕事だ。顔集金係を頼んだの。ちゃんとお守りよ。私結構強いからそれは大丈夫。知ってるよ。でもクラウドにやらせないと。こんな愛想なしだもの。戦うことくらいしか取り柄がないんだろ。そんなことは。顔最善を尽くす。覇気がないね。この顔って今言ったティファのね、セリフ。これが僕が第一章で言ってた顔スラムの元ネタなん心得そのですけど、 1ね。そういうこと。でね、クラウドも今、これね、手を出しな。マーレさんありがとう。言われてじゃあ頑張る行くね的なこと言ってると思うんですけど、稼いでおいで。これがね、やっぱりクラウドのまたいいところで、こうやってね、突っ張っても指摘されると、はい、やりますみたいな感じで素直なんですよマーレさんのおかね。げですごくね、本当素直だなと思うシーンがあって、長いのか。もうで、実直というか、5年なはい。そんな話より集金次が最後の武器屋さん。でここでね、ティファが、この7番街に来たのは5年前だって言ってるんですけど、まあ、その5年前にだからニブルヘイム事件がありまして、ティファもこの故郷ニブルヘイムから、まあ、逃げてきたといいますか、この格闘術のお師匠さんに連れられて、来たのがこのミッドガルだったという話です。えい、あのフィルター全然効果ないぞ。申し訳ございません。
ではこちらのフィルターを試してください。もういらないから帰ってくれ。残念です。ではここまでの生産お願いします。なんだ、効果ゼロなのに払うかよ。代金は彼に。世の中舐めてるんじゃねえぞ。払うよありがとうございました。これでフィルター交換はおしまい。いやー、牙たくましいですよね。武器見てみる？さすがにスラムと言われる場所でな。バレットの5集年間、金はいつ終わるんだ？ね、生きてきたわけじゃないという。今晩の開店前には。それまでまだ時間があるけどどうする？そうだな。あのね、アイデアがあるんだけど聞く？本格的に何でも屋を始めるならまず言いながら円を作るべきだと思う。返事待ってないですからね円はお。金より大事だから。スラムの心得か。うん。円が仕事を呼んでいい仕事をすれば評判が立ってそれがまた円を呼ぶの。どうすればいい？自警団の仕事肩代わりとか？ほぼボランティアだけど円はつながるよ。やってみよう。詰所は誰もいなかったから上に行ってみよう。このね、詰所って言われて、一回もここが詰所ですって言われることはないんですけど、まあ後でもちろん行きますけど、最初の時はね、ずっと詰所って思ってましたね。で、この後ね、ちょっと、武器をね、この釘バットに変えていくと面白いシーンがあるんで、それで行きたいと思います。今日は2人が当番なんだ。もしかしてクラウドさん入団希望っすか？場合によってはな。自警団は何をするんだ？いろいろあるけど、まず居住区に紛れ込むモンスターを退治したり、住民に自衛法を教えたり、それがメインだ。自分の身は自分で守る。これスラムの心得っす。クラウドには実績が必要なの。いい評判、いいご縁、それを自警団で作れないかなと思って。もってこいの話があるっす。俺たちじゃお手上げのモンスターだ。金は出せないが俺らなりの礼はする。そうだな、まずはその剣改造してないだろ。ああ、小細工なんていらない。それなんかの誓いか？改造すればあんたもっと強くなるぜ。おせっかいだろうけど、小細工なんかいらないって言ってますけど、あなたその持ってる武器、いやどう見ても小細工しまくってますやんっていう。もうね、釘バットはちょっとこういうネタがあるんですけど、この先もねちょっと面白い絵面があるんで、その都度ちょっと釘バットに変えてちょっと見てもらえればなとは思います。何でも屋の宣伝だ。ウェッジがいればすぐにスラムに知れ渡るよ。クラウドさんのためなら腹ペコでも街中を練り歩くっす。で、モンスターはどこにいる？瓦礫通りだ。頼んだぞ。クラウド、一緒に行くね。一人で十分だ。でも道知らないでしょ？頼む。任せて。スラムで一番のガイドよ。このね、一番のガイドよっていうセリフ、これもね、コンピレーションの作品でティファが言ってるんですよね。でね、迷子になるでしょって言うから、ティファが案内してくれるのかなと思ったら、してくれないんですよね。結局ね、自分で行くしかないっていう、こうね、道の方って言われても、3D マップだとね、全然わからない。まあね、こういう地図でね、ちゃんと見ると、あ、ここに行けばいいんだとか、ちゃんとね、瓦礫通りとかってね、ちゃんと出てくれるんですけど、最初の時はね、それもこうやってね、出るんですけど、わかんなくて、結構迷子ですよね。とにかく 3D に慣れてない僕としては、最初のプレイの時は迷子になりまくりでした。はい。ここが瓦礫通り。モンスターが喜びそうなところだ。うん。
この後ね、ちょっと戦闘続くんで、武器を、通常の武器に戻して、マテリアも戦闘用にちょっとセットしていきたいと思います。なんですけどね、ここの敵はね、そんなに強いわけじゃないんで、まあ、装備のこういうセットももちろん、そんなに、バッチリと詰めなくてもいいですし、で、実際この後の戦いも、まあ、そんなにね、見てもらうような場所じゃないので、ちょっと、カットしながら行きたいとは思います。で、ここら辺の敵はね、基本的に、アニマル系といいますか、獣系の敵なので、霊気が弱点となります。早速お出まし。クラウドの腕前見せて。そうでもね、弱いと言いながらね、このね、高速攻撃、これちょっと強いんですよね。最初の時はね、キャラも弱いので、結構ね、やられます。すごい。これがソルジャーの戦い方？ほんの肩慣らしこれね、ソルジャーの戦い方って言ってくれてますけど、さっきね、トラゴ君はちょっと捕まってるだけで全部倒したのティバーなんで、はい。どけ！消えろ！もうね、高速攻撃をされる前に、もう、先制攻撃で倒していった方がいいような感じですね。変に待ちすぎると、もう捕まっちゃうんで、こういうのね、かわしたりして、で、もうかわした後はもうとにかく速攻で倒すっていう風にした方がいいですね。そろそろモンスターは片付いたかな。どうせすぐ湧いてくる。後ろ向きだな。束の間でもこの町に平和をもたらしました。めでたしめでたしでしょ。そうか。すぐに評判が広まると思うよ。やっぱり素直。さあ、ビックスたちのところに戻ろう。真のモンスター討伐数だよ。はい、ビックスのところに戻ってきました。あとここもね、ちょっと、すいません。クラウド君、ちょっと、いじるためだけに釘バットを持ってください。すいません。もう戻ったのか。ちゃんと倒したよ。見渡す限り根こそぎ。さすがの早技っす。助かったよ。俺らもしっかり宣伝しといたぞ。そうらしいな。だが一体どう伝えたんだ。まあまあ、仕事を真面目にこなしていれば評判はどんどん上がっていくよ。剣の調子どうだ。ああ、いい剣だな。お前との絆を感じる。ああ、ずっと一緒。いやね、絆感じちゃいます釘バットにって感じなんですけど。まあそこはしょうがないですね。ゲームなので。なんでもない。村を出てからのこと聞きたいな。退屈な話だ。それでも聞きたい。まだ時間あるし、仕事探しがてらどう？俺も行くっす。ウェッジはダメだ。二人とも行った行った。また今度ね。ひどいっす。ちょっとは気を使えよ。クラウドはね、やっぱりね、自分のことを話したがらないんですよね。新しい武器も用意したことだし、お仕事始めよ。まずはワイマーさんのところに行ってみない？誰だ？自警団に来る依頼をまとめてる人。ほら、何でも屋の仕事が見つかるかも。どこにいる？そろそろ詰め所に戻ってきてると思う。でね、さっきも言ったわかんない詰め所、そこに向かいたいと思います。実はね、隣にあって、ここです。はい、この建物です。で、まあ、ここに立ってる人がワイマーさんなんですけど、行くとこうやって、警戒中ですとか、こういう自警団募集中、こういうのがある、ここが詰め所です。で、この人がワイマーさんですね。やあ、ティファ君、困りごとかい？いえ、強力な助っ人を紹介したくて。
何でも屋のクラウドです。おお、頼もしいね。町の安全と幸せのため協力しよ報酬次第で危険な仕事も引き受ける。う。腕に自信ありだな。うってつけの依頼を紹介するよ。詳しい話は依頼主から聞いてくれ。働き次第じゃ新しい依頼も紹介するよ。助かる。で、ここでクエストをね、受けるんですけど、こうやって地図でどこで何を受けられるかを見ることができます。まあね、一応今回実況ということなので、普段なら、まとめて受けたりとか、どうやれば、スムーズにね、進められるかという考えながらいくんですけど、今回は一つ一つ受けていこうと思います。クラウドさん、見事データ提出一番乗りでした。追加これ、報酬もチャドリ差し上げます。ーですね。新しく生まれたマテリアをなんかね、早速発ジャニーズ売しました。枠というか、今後もマテリアをもう一人のイケメン枠というか、続々と開発していきますはい。共に神羅に対抗する力を生み出していきましょう。新たなバトルレポートをなん随時追かね加、していますから。このチャドリーもね、これからもご協力を一つ一つの仕お願いします草、かっこつけなんですよね。で、これで一つクリアとなりました。うまくいったね。何でも屋きっと当たるよ。ああ、悪くない手応えだ。仕事は襟好みしないこと。ご縁はお金より大事なんだから。スラムの心得だろ。馴染んできたね。師匠がいいからな。これからはもっと厳しくいこうかな。そうしてくれ。ねえ、そろそろバレットの集金も終わってると思うけど、どうする？一度店に戻る？はい、ここで、じゃあクエスト本格的に行きたいと思います。まずね、一つ一つから行こうと思うので、最初は、どこ行こうかな。あれ？いない。出てきて。あ、お姉ちゃん。マリーはベテ店でお留守番？ィですね。そっか。友達探しを手伝って一部では欲しかったのに。真のヒロインじゃないかと言われているぐらい可愛いベティです。特にね、このベティの可愛さはね、後半のショーでまたわかるんですけど、スリムでスタイル抜群。好きなのはご飯があるところとか、おやつをくれる人がいるところとか、あとは隙間。友達は猫の兄弟だよ。猫探しか。3匹とも人懐っこいから、声をかければ寄ってくるよ。絶対連れて帰ってきてね。これが、さっきね、セブンスヘブンの店の前にいた猫、それを探す、クエストとなります。でね、最初やるとね、もう本当わかんないんですけど、実はね、そんなに難しくなくて、まず1匹目は、この道を、とにかくまっすぐ行くんです。とにかくまっすぐ行くと、駅からセブンスヘブンに行く途中の道、この T 字路にぶつかるんですよね。でここに1匹います。猫の鳴き声しなかった？でね、近くに行くと猫の声が聞こえて、こうティファが教えてくれるので、まあそれですぐそばにいるというのがわかります。私勉強は好きじゃないよ。で、次がね、セブンセブンにいたので行こうとすると、なんだろう。ここで、ちょっと行ってみるイベントが入ります。よせ来るな待てこれがね、7番街スラムのお調子者、ジョニーなんですよね。黙る地ネズミ。こんな感じで、はい。死んだ兵にもね、全くこう臆することなく、こういう軽口を叩くんですけど、ほら、ああいう性格だから。マコーロの爆発絡みだろ。ジョニーのやついつもみたいにボコられて釈放ってわけにはいかないかもな。ジョニーを助けなくちゃ。アバランチなのか？違う。ジョニーは私たちがアバランチだとうすうす気づいていて、そして
口が軽いの。なんとかして助けなくちゃ。私行くね。俺も行く。でも今日は世話になったからな。礼だ。ありがとう。行こう。逮捕されるかも。大丈夫？いたた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 たもげな腕がもげな。なんかね、クラウドね、こうやって結構やっぱしいいやつじゃんみたいなシーン多いんですけど、なんかね、原作ではね、こうじゃなかったらしいんですよね。原作ではね、もっとこの主戦度、まあ、ね、自分のこの仕事の依頼を受けるときにいくらだみたいなのがあるんですけど、その部分がすごく強調されていたようで、ですけど、リメイクやってる分にはね、あまりそういう部分が感じられないというか。火薬を盗んでおいてよく言うな。倉庫の入場記録にお前の ID が刻まれてるんだ。おい、なんかの間違いだ。神羅の倉庫なんて近づいてもいない。まさかジェシー、あのトニーテイラーID は引っ掛けだ。お前の ID で神羅の施設に入れるわけないだろ。さて、じっくり話を聞かせてもらおうか。大変。ジョニーの口が滑っちゃう。滑っちゃう。行くか。うん。クラウドは兵士の気を引いて。あとは私が何とかする。で、この後ね、ちょっと簡単な戦闘入るんで、また装備の見直しをします。武器がね、釘バットのままなんで、で、まあね、雑魚なんで、完全にもう攻撃よりオフェンシブよりでいきます。そいつを離せ。なんだお前は、仲間か。なんだ、誰かいるのか。あ、助けに来てくれたんだな。あんたら暴れ。これね、ティファが蹴るかなんかして黙らしちゃうんですよね。背に腹は変えられないっていう感じでしょうか。さあ来い。仕切り直す。ここもね、多分最初の戦闘の時は、信頼兵のマシンガンで、ね、ちょっと自分の拘束状態じゃないですけど、身動き取れない時に、で、このガードハウンドの攻撃を食らって結構体力を減らされるって、そういうファクトが多いと思うんですよね。分かった。どうしよう。口を封じる。おい、おい、ダメ。お前、やめてくれ。死にたくなかったら街を出ろ。はい、世界の果てに。これね、ティファ、まあ当然まだクラウドと再会して間もないんで、本当にね、殺しちゃうのかって思うのかもしれないですけど、クラウド、これ多分ね、全然本気でジョニーのことを殺す気なんて多分全くなくて、で、結構考えてか、全く逆に意図してないかわかんないんですけど、クラウドのね、そういうちょっと横暴的な行動が結果的にね、いい方向に行くっていうことがね、結構あります。この第3章のクエストでもそれがあります。どうした？クラウド、やっぱり変わったね。どこが？例えば、その目。前はもっと。ソルジャーだからな。魔法の目だ。そっか。ティファはね、原作の時もそうだったんですけど、あんだけね、なんかあざとい部分がありそうながらも、あまり、本心と言いますか、確信に触れることには突っ込めない性格らしくて、で、ここにね、さっきも言いました、2匹目の猫がいます。そして3匹目なんですけど、それはですね、クラウドと、ティファがいるアパート
このね、ここね、こうやって2つ道に分かれるんですよね。それのこの内側の方、このトンネルっぽいところの先にいます。この人が目印ですね。はい。出てきなさい。猫よ猫、うちのパンをくわえてこの奥に逃げ込んだの。あんたたち捕まえてくれない？で、この中に入っていくと、猫の楽園があります。で、1匹白い猫がいますので、面倒だな。もう諦めよう。はい。では、ベティのところに戻ります。みんな逃げちゃったの？じゃあいやー、そんな来ないの？困った顔しないで。みんなちゃんとね、無事に帰ってくるんですよね。怖いお兄ちゃんから逃げてきたんだってありがとはい、ここでベティのクエストが終わりました。じゃあ、その次、このアイテム屋のクエスト、向かいたいと思います。お、ティファちゃん。そいつ、何でも屋始めたんだって？ああ。だったら、化けネズミどもを倒してくれ。奴らめ、ウェアラットを引き連れて街中を食い荒らしていやがる。うちの倉庫も襲われて信用ガタ落ちだ。あんた、今笑ったな？口の端がピクッとしたぞ。ま、仕事してくれりゃ文句はねえ。化けネズミは町外れに潜んでるらしい。ウェアラットの悲鳴を聞いて助けに来るって話もある。化けネズミのくせに仲間思いなのかもな。でね、この化けネズミ、いる場所ね、具体的に教えてくれないんですけど、近く、ここにいます。これ土管通りって言われてるんですけど、この先の、この広場にいます。でね、この化けネズミ、これね、結構ね、強いっていうかね、厄介です。こうやってね、動きが速くて、でですね、ドロンコという、砂をかけるような攻撃があるんですけど、それがね、近代兵のマシンガンと一緒で、こっちの通常攻撃を消されて、ちょっとね、コード麻痺状態といいますか、コードが取れなくなっちゃうので、でね、他の残りの化けネズミから攻撃をされると、結構ね、すぐ体力が減っていっちゃう。はい。なので、向こうの動きよりさらに速いラピッドチェインで、相手の体勢を崩しつつ、で確実に1体ずつ減らしていくという感じですね。1対1になればさすがにもうそんなに単体では強いキャラではないので、多分難なく倒せると思います。まだまだいい汗かいはい、ではアイテム屋の元に、戻ろうと思います。化けネズミを倒してくれたってな。ありがとよ、二人さん。化けネズミ騒動で店はこうやってね、クエストをこなしていくと、もちろんクエストのその発注人、依頼人、もちろんのこと、町の住民のね、反応も変わってきます。いけそうだろう？どうだろう、なんでもや。商売は持ちつ持たれつ。俺はワイマーや客たちにあんたを推薦する。そうすればあんた仕事なんて選び放題だ。好きにしろ。こうやってね、言葉はね、悪いんですけど、とにかくね、クラウドはこの懐が深いんですよね。はい、アイテム屋のクエストが終わりました。次ね、最初に受けた中で一つ残り、あるんですけど、それがね、タラが廃工場。
このね、羽トカゲを倒してくれって言われるんですけど、それの、まず受注をしに行きたいと思います。アイテム屋、ちょっと覗いていってみない？この受注はね、この土管通りの、広場に行く手前右に曲がった、このね、ジャンク屋があるんですけど、ちなみにこのジャンク屋さん、これちょっと、ヘリオス僕自身に少し似てます。雰囲気が。はい。ごめんなさい、ちょっと余談になったんですけど、ここで、クエスト一つ受けることができます。あそこは俺たちの縄張りだ。うちの常連たちはジャンクパーツのためなら危険を顧みないから心配で。引き受けよありがとよ。詳しいことはタラが廃工場を見張ってるナルジンに聞いてくれ。自警団のメンバーだ。じゃ早速準備していくよね。でね、例のごとく、タラが廃工場ってどこってなるんですけど、この駅に向かう途中の道、ここのね、この青いトラック、これが目印になります。はい。で、ここの、こっち側に行くんですね。行くと、ここで、この、今言ったナルジンがいますので、はい。あれティーファちゃんか？もしかして自警団の助っ人って君たち？そういうことなら大歓迎。羽トカゲは奥の倉庫にいる。2グループだ。全部倒してくれよな。軽いな。うちのね、ちょっと、ザコチャラは、今回はカットさせてもらいました。はい。で、これは羽トカゲ、線になるんですけど、これ空飛ぶんでね、非常に、捕まえづらいです。ジャンプ攻撃は、クラウドの場合、ブレイブモードだとダメなので、基本、アサルトモードになります。そしてね、この羽トカゲ注意するべきは今ね、あったんですけど、このトルネードなんですよね。2段攻撃になるので、1回目を防いだとしても、連続して食らってしまいますし、1回食らうとね、2発目まで、もう何もできないので、とにかくガードをするしかないです。で、続けて、残り2グループあったうちの残りのグループの戦闘に入っています。俺が出る。これですね、トルネード。これで2段で来るので、トルネードに関しても見えたら、このガードが無難ですね。でヒートになると、落ちてくるので、その時に、なるべく強力な技を当てると。でそのヒート時間もちょっとね、短いんで、あまり発動が遅い技だとダメなので、はい。とにかくトルネードに注意すれば、多分この羽トカゲは、そんな怖くないと思います。はい。では、2グループ倒したので、ジャンク屋のところに戻りたいと思います。羽トカゲ、片付けてくれたって？ありがとうよ。ありがとうよ。見たところ、あんたは何でも屋として悪くない才能の持ち主だ。スラムのガラクタを長年見極めてきた俺の見立ては間違いねえぞ。ってことで、支柱前に行ってみな。やばいモンスターが飛んできたって騒ぎになってるらしい。そういうの得意だろ？ああ。まず己を知り、その道を極めよう。そして振り返るんだ。風景が違って見えるぞ。じゃあ頑張れよ、何でもや。うちの商品は折々で変わるから、勉強がてら覗いてきね。はい、これジャンク屋のクエストも終わりました。そろそろ街中に噂が広まってるんじゃない？凄腕の何でも屋がいるらしいぞって。まだ腕を見せるほどの仕事はしていない。へえ、物足りないってわけだ。で、この3つをね、受けると、また新しい、クエストが発生します。でそのうちの1つが今、このあったタラが廃工場。
その前にね、この信頼兵がいる、ここにいるこの人なんですけど、ティファ、ちょっと聞いてよ。列車墓場からディーングローが飛んできたの。なのにこいつら全然動かない。もしかしてあなたが噂の何でもや？じゃあ手伝ってくれない？ディーングローはタラが廃工場の先。近づくには自警団の鍵がいるよ。鍵は近くの木箱に隠してあるから片っ端からぶっ壊しちゃって。はい、ということでまたね、このタラが廃工場向かいます。まあちょっと途中の、工程はまたスキップさせてもらいましたけど、ここにこのディーングローがいます。このディーングローはね、対策として霊気を、属性霊気をこの防御側にセットする。もうこれだけですね。これがあるだけでもう、この空中だということ以外は、特にもう、なんだ怖くない時になります。連携しよう。私に任せて。こうやってね、見てわかるように、この、霊気属性の攻撃をしてくるので、もうこれでね、一切怖くなくなっちゃうんですよね。で中級戦に関しては、クラウドよりティファの方が、まあ、見ての通り、身軽なんで、向いてるのか、攻撃のヒット数とかは多いです。この羽トカゲもそうなんですけど、このヒート状態からね、結構すぐ復帰しちゃうんで、まあね、霊気特性を防除ガンセットしたら、まあ実質ボタン連打で勝てちゃう時ですね。進むぞ。見ての通り、はい、霊気属性を防御側にしてると、こんなに全く怖くない敵です。見事倒せたみたいだね。さすがは噂の何でもや。威張るだけで何もしない兵士とは大違い。警備も変わってもらいたいぐらい。兵士は職業だ。勝手には動けない。人としてどうなのって話でしょ。命令に忠実なやつも必要だ。やっぱりね。元シンナって聞いてるよ。なるほど。あんたと話しても無駄か。私はこの町が好き。ただそれだけ。いいわ。この町は私が守る。あんたに負けないくらいもっと強くなってやるから。もうあんたたちを当てにしない。私が守る。そんな。こんな風にね、またクラウドの、頑固と言いますか、自分の信念を貫いた、ね、自分の考えを言っただけなんですけど、それでちょっとこうね、怒らせるような感じになっても、またその本人たちはその、アイテム屋から君の話を聞いたよ。協力ありがとう。君の腕前は本物だね。その力をもっと貸してほしいな。実はまたモンスターが出たんだ。桁外れに凶暴なガードハウンド。知ってるよな。死んだの軍用犬だ。瓦礫通りで目撃されている。頼めるだろうか。引き受けよう。助かるよ。俺らじゃ歯が立たないんだ。頼んだよ。はい、これが第3章のクエスト最後になります。レイジーハウンドですね。こいつ強いですよね。とてもこの最初の方に出てくる、クエストエネミー、中ボス的な扱いとは思えないぐらい強いです。逆にクエストエネミーの中では最強クラスじゃないかというぐらい強いですね。なので、とにかく攻撃力が高いので、僕はこのサバイバルベスト、それ防御力を上げていくようにしています。やられはしない。いつでも来い。当てる。やっ。逃がさない。ただ。油断したな。くわっ。そこ。見極める。まだまだ。とにかくね、このレイジーハウンドの頭いいんですよね。
なのでね、本当相手の動きを見ながら、対応していくように、基本的にカウンターを待つようにしないと、結構大変です。追いかけるぞ。一回戦闘あった後、攻防というのに入りまして、別の場所で戦闘することになります。ガードハンドはこの先に追いやった。気が立ってたから気をつけて。今ね、気が立っていたってあったように、この第2戦はちょっと技の種類が増えたり、さらに強くなって戦うことになります。よし、やっちゃおう。こいつもね、この高速攻撃があって、すぐね、解除してしまうんですけど、まだ沈め。隙をつく。回のダメージがとにかく大きいんですよね。ガードしててもね、600ぐらい食らってるので、10分の1ぐらいではないですけど、ガードの上から食らうダメージがなくて、しかもこの高速攻撃がね、とにかく強力なので、はい。結構ね、だからね、このダメージ回復とかを考えずにしてる間にね、結構別に攻撃されちゃってむしろ減っちゃうってこともあるので、とにかく攻め続けるっていう感じですよね。そこ頑張るね。そう、こうやってやばくなっても、もうとにかく押し切る。つなげる。じゃあね。負けたく。悪い。次はもっと。私こそ。ギリギリですけど勝つことができました。まあね、クエストね、クリアしたら体力回復するので、ありがとう。まあ、そこまでね、回復しきれずに、はい。クリアをすればとにかくいいのかなと思ってやってます。そうだな。情報が入り始めたのは今朝になってから。つまり、どういうことだ？もしかしたら、7番街スラムの地下には、神羅の研究所があるらしいな。いや、どうだろう。聞いたことがない。ちょっと鎌をかけてみた。ここもね、小山さん、申しちょっとね、訳ない。話の脈絡ないのに突然なんかふっかけるようにそうだな。ですよね。倒したんだ。まあやっぱりね、さすがに死んだみたいな人間ということなので、まあ、すぐに信用してるわけじゃないということなんでしょうけど。お疲れ様。これもね、実は仕事すっかり片付いたね。何でも屋のクラウドの評判も上々。この先どんどん忙しくなるよ。ティファのおかげだ。素直でよろしい。今日の報酬は店へ行けばいいのか？うん。でもその前にアパートに戻らない？少し休もうよ。スラムの心得。その1ね。じゃあ行こう。はい、ということで、一回、アパート、こっちの方に戻ろうと思います。自警団は強くなったな。数年前は。おや、ずいぶん早いよ帰りだね。ちょうどよかった。自分の部屋のフィルターを交換しておくれ。部屋に置いといたよ。はーい。何でも屋はお待ち。これは依頼だよ。ティファと仲良くするんだ。しているつもりだ。うわっつらだけだな。頑張ってる。そんなのはね、吐いて捨てるほどいるよ。あいつらとは違うんだろう。粋な。ね、今のとこでもあるように、やっぱりね、クラウド押されると、はいってなっちゃうというか、はい。先にフィルターを交換しちゃおう。ああ。終わったら来て。ここもね、真面目に首振られちゃいます。
クラウドね、なんか、やっぱカッコつけシーンなんですよね。でこの時だけ、1回だけ、ゲームを通して1回だけ、待っててね。ティファの部屋に入ることができます。で、こうしてみるとね、まあ、意外と女の子っぽい部屋ですよね。一部分除いてなんですけど、なんかあそこにこうね、サンドバッグがあって何してるんだって感じなんですけど、まあでもこういうバッグとか見ても、ちょっと女の子らしい、はい、そういう部屋になっています。できた。聞かせて。村を出てからのこと。クラウドマって言っちゃったこうちょっと戸惑ってるような声だったと思うんですけど。約束したよね。ほら、いや自警今団のところでのティファの近寄り方はちょっとそりゃそうなりますよね。ドキドキしちゃいますよね。たまにこうティファね、とにかくこうグイってくるときあるんですよね。うん。毎日ニュースを見てた。でも俺がソルジャーになった頃には状況が変わっていたんだ。憧れていたような仕事はなくて、神羅のために働くただのごめん。話したくないよね。うん。剣を使う仕事だ。久しぶりに会ってするような話じゃない。うん。わかるよ。でも不思議だね。お別れしたあの時、あの場所からうんと離れたこんなところでまた会えるなんて。そうだ、再会のお祝いしよう。うんとおしゃれして。おしゃれ？私だってするときはするよ。服あるのか？ないけど用意するの。どういうのがいいかな。いや、このね、このティファの仕草かわいいですよね。でね、ここの衣装、僕はですね、もう伝説の女性格闘家が大好きなので、はい。もう最初はこの格闘家っぽいのを選びました。格闘家っぽいの？普段と変わらない気がするけど。私と釣り合う服を選んでね。わかった。楽しい計画っていいね。ああ、いいな。さて、楽しい気分になったところで店行こうか。休まなくていいのか？時間もったいなくて。マーレさんには内緒。マーレさん、フィルターは交換したよ。また店に行くね。いってらっしゃい。おや、ずいぶんご機嫌だね。そう？別に普通だよ。やるじゃないか。いい顔だ。これからも頼むよ。今後の分まで先払いしとく。頼んだよ。はい、ということで、お店に戻ろうと思います。あの化けネズミよね。ティファちゃん、今日はいつ頃店開ける？今夜はセブンスヘブン営業するよね。さあ着いたよ。疲れたでしょ。ま、そうだな。でも労働の後はお楽しみ。スラムの天国セブンスヘブンで癒しのカクテルをいかがですか？ティファ。私もちょっと疲れちゃった。ねえ、
ミッドガルにはずっと？そうだな。この辺りで仕事して金を貯める。そっか。じゃあどうする？もう少し街を回ってみる？ただいま。おかえり。お散歩？そんなとこ。おい、下に全員集合だ。今から？じゃあ次の作戦は？マリン、店の前でジェシーを待っててくれ。次の作戦、明日決行になった。今から作戦会議。会議の前に報酬をもらいたい。取り込み中だ。会議が終わるまで黙って待ってろ。ティファもすぐ来いよ。いくらなんでもお金未払いなんだから今の言い方はないなとは思うんですけど、それでもクラウドは怒らない。もう少しだけ待ってて。お詫びにどうぞ座って。何にしましょう？きついの、ね、くれないか。こっちを選ばないとこのティファのバーテンダーの姿が見れないんで、こっちを一択ですよね、実質ね。どう？好きって言ってくれるお客さん多いんだ。人気なわけだ。お客様、さすがお目が高い。クラブね、続きましては返しが本当にうまい。ちょっと見習いたいと思います。当店名物コスモキャニオンでございます。綺麗だ。行かなきゃ。いや本当にクラウド君うまい。ごゆっくり。これ見習って今度バーでやってみようかな。ニュース見た？マコーロの爆発は市民の敵アバランチの仕業だってガンガン流れてるの。ゾクゾクするよね。顔バレしてないからここは安全だろうけど、いろいろ急がなくちゃね。え次も一緒なんでしょ？報酬次第だな。じゃあ決まり、私が押すから。ティファが行くことになってるんだけど、あの人思想が揺れてるっていうか、爆弾闘争にも乗り気じゃないから、いざって時にね。こっちも命を預けるわけだから、それならあんたみたいな有能な人の方がいいもの。時間を潰すか。でここのちょっとダーツできるんですけど、ちょっとそこはスキップさせて。黄色い花か。ここね、変わった女だったな。はい、ここ渡した花を飾ってるんですけど、ちょっとこんなセリフも聞けます。作戦に乗り気じゃないらしいな。今までと同じやり方じゃ何も変わらない。それは分かってるんだ。でもな、かなりピンチ。
迷いがあるならやめた方がいい。今のところね、かなりピンチっていうのは、実はティファからするとね、SOS なんですよね。結構、渾身と言いますか、絞り出した SOS なんですけど、ちょっとこの時では、クラウドは気づかなくて、投げ出してきてたのか。なので、ティファはちょっと残念そうなリアクションをしていると。なんですけど、このシーンは、後ほど、またね、大きな意味を持つんで、覚えておいてください。たっぷり出してくれ。次は俺たちだけでやることにする。お前は仕事探しでもしてろ。もともとそのつもりだ。契約がなければ手伝う義理はない。そう言うと思ったぜ。ほら、残りの報酬だ。気持ち上乗せしといてやった。これで晴れて契約終了だ。さあ、悪いが席を外してくれ。身内だけでやりたいんだな。誘ったのにごめんね。今一瞬ね、みんなとリーダー話してるうちになんだろう。で、実はね、この闘争とは無関係のこのクラウド物語に頼りの中でいうすぎかな。昨夜、ジェシー駅からまだかセブンに向かう時の刑事団の時にもいたんですよね。本当、まあね、どういうことかっていうと、多分気にするな監視してるぞじゃないですけど、会の後でゆっくり話したいな常に見てるぞ、見られてるぞ、そういう感じなんだと思うんですよジェシね。ー、我慢の限界っす。じゃあ後でごめん、お待たせ。でね、こう始まると、かなりポツンと、ミックスこ早っちなすぎ。クラウドくなっちゃいます。無茶すんな。でずっといるとね、大結構会一番が控え話てんだぞ。聞けるだからことこそっすができるんですけよね。ど、ああ、まあ、余計な今ことを忘れて集中できるこれはぞ。視聴中ですので、ここはちょっと外して、本家から追い出されてみんなでやけ食いした時以来っす。追い出されてない。あいつらなんだ。ね、出ると、あれ、あんなとこに近くで見たって情報は上がってんだ。変な面がいる。必ず現れるよ。兄ちゃん、近所の人かい？まあな。右腕が銃になっている大男を知ってるか？この辺りに根城があるらしい。どうだろう。はは、鋭いね。金の匂いを嗅ぎつけたな。500でどうだ？200。300だ。まあいい。じっくり聞かせてもらうぜ。こっちだ。でね、今の、怪しい男たちと戦うことになって、これが一応第3章最後の戦いになります。一応人相手なので、武器はね、炎属性、攻撃側セットでいいのかなと思います。おい、男の居場所を知っているんだろうな。2度も言わせるな。どうだろう。てめえ知らねえんだな。神羅の末端か。神羅も一目置くお方のアシスタント。いやね、だからどうした。でかい剣を持ってられてね、そんなナイフで立ち向かうのは無理でしょうって思うんですけど。仕切り直す。軽い。見極める。これは怪しい敵たちはね、実はね、最初にやると強いんですよね。リンチ状態になっちゃうので、なので、まずこのゲージを貯めるように、最初様子を見つつ、そこから一気に、爆発力で俺には関係ないっていうのがいいと思います。スラムの心得その1、部屋に戻るか。
はい、ということで、アパートに戻ってきました。そうするとね、はい、ジェシーがいます。おかえり遅かったね。なんつって。クラウドもね、なんかこの本当困るというか、話があるんだけど入れてくれない？受け答えに困るってところが面白いですよね。じゃあ前置きはなしで。今度は何の礼だ？次の作戦に押せなかったお詫び。じゃないとしたらなんだ？取引か。いい感してる。でもこれ他のメンバーには内緒にしてよね。今夜のうちに解決しておきたい個人的な問題なの。今夜？そう、一緒に7番街、プレートの7番街まで行ってほしいんだ。目的はみちみち話すから。俺は構わないが、明日は大仕事だろ？そうだけど今やらないともっと大変なことになるから。ねえ、話は決まったってことでいい？うん。手付金代わりね。私の計算だと出発したら朝まで戻れない。準備は今のうちにしっかりね。終わったら教えて。準備は OK？ じゃあ夜になったら駅に集合。頼りにしてるよ。はい、これで第3章終わりとなります。報酬は悪くない。第3章、クラウドとティファ、そしてファイナルファンタジー7リメイク、その世界をね、十分楽しむことができる内容となっていました。次回はこのジェシーの依頼を受けたので、7番街プレート、上の7番街の街ですね、行くことになるんですけれども、次の章はですね、このゲームを通してすごくいい章と思います。なのでね、ぜひ次回も見ていただけたらと思います。ありがとうございました。そして、グッドボタン、チャンネル登録していただけると大変嬉しいです。戦闘の解説や、またね、考察とか、それに関して何かご質問等ございましたら、コメント欄にお願いいたします。